こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。あそこに小さい公園があります。あそこに小さい公園があります。あそこに小さい公園があります。There is a small park over there. あそこに小さい公園があります。この時計は新しいですか？この時計は新しいですか？この時計は新しいですか？ Is this watch new? この時計は新しいですか？朝、机を片付けてから勉強を始めました。朝、机を片付けてから勉強を始めました。朝、机を片付けてから勉強を始めました。I cleaned my desk in the morning and then started studying. 朝、机を片付けてから勉強を始めました。椅子の前に黒い傘があります。椅子の前に黒い傘があります。椅子の前に黒い傘があります。There is a black umbrella in front of the chair. 椅子の前に黒い傘があります。今日は眠くてバスで少し寝ました。今日は眠くてバスで少し寝ました。今日は眠くてバスで少し寝ました。I was sleepy today, so I slept a little on the bus. 今日は眠くてバスで少し寝ました。この例を読んで同じ形で書いてください。この例を読んで同じ形で書いてください。この例を読んで同じ形で書いてください。Please read this example and write in the same pattern. この例を読んで同じ形で書いてください。母は今週の行事に向けて道具を揃えています。母は今週の行事に向けて道具を揃えています。母は今週の行事に向けて道具を揃えています。My mother is preparing tools for this week's event. 母は今週の行事に向けて道具を揃えています。先生は明日の持ち物をご案内になりました。先生は明日の持ち物をご案内になりました。先生は明日の持ち物をご案内になりました。The teacher informed us about what to bring tomorrow. 先生は明日の持ち物をご案内になりました。仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。I once called the wrong number at work and had to ask again. 仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。I hurried out and ended up leaving the documents on my desk. 急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。あそこに小さい公園があります。この時計は新しいですか？朝、机を片付けてから勉強を始めました。椅子の前に黒い傘があります。今日は眠くてバスで少し寝ました。この例を読んで同じ形で書いてください。母は今週の行事に向けて道具を揃えています。先生は明日の持ち物をご案内になりました。
仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。あそこに小さい公園があります。あそこに小さい公園があります。この時計は新しいですか？この時計は新しいですか？朝、机を片付けてから勉強を始めました。朝、机を片付けてから勉強を始めました。椅子の前に黒い傘があります。椅子の前に黒い傘があります。今日は眠くてバスで少し寝ました。今日は眠くてバスで少し寝ました。この例を読んで同じ形で書いてください。この例を読んで同じ形で書いてください。母は今週の行事に向けて道具を揃えています。母は今週の行事に向けて道具を揃えています。先生は明日の持ち物をご案内になりました。先生は明日の持ち物をご案内になりました。仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。仕事で電話をかけ間違えて聞き直したことがあります。急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。急いで出たので書類を机に忘れてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。作業の間に電話が鳴って手が止まりました。作業の間に電話が鳴って手が止まりました。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。